中国じゃないみたいです。薬物はダメですよっていうポスター。これね、地下もあるんだよ、さっきから見ると。下。できれば、もう自分が今どこにいるのか全然わかんなくなっちゃった。SIM カードの手売りをしている人に現金を超大量に渡している。どういった商売なのこれは。中国人のお客さんとか多分ほぼいない。ミックスピレ。チーズと試食はね、うまくね。ラムダム。事前に聞いていた通り、アフリカ系の人とウイグル系の人と中東系の人が混ざっている感じですね。今回は中国広東省広州のシャオベエリアにあるひときわ国際色が豊かな場所、通称リトルアフリカを歩きます。このエリアは1990年代後半、中国製品の需要がアフリカで急拡大したことをきっかけに、商人たちが広州を往来することにより形成されたと言われています。日本から最も近いアフリカタウンと呼ばれるこの場所、実際に歩きながらその空気を感じてみます。私は今アジア最大のアフリカ街と呼ばれております広州のシャオベイエリアというところに来ております。その中心の通りがバオハンストレートストリートというところなんですけれども、このエリアはピーク時は約2万人のアフリカ系の方が住んでいたっていうエリアなんですけど、コロナ禍で住んでいる人も減って、で今はウイグル系の人とか中東系の方も増えてきてるエリアということです。建物の作りとかカラーとかが今まで行った中国の商店街のエリアとはちょっと違う。売ってる服とかもなんか全然違う。ちょっとグラマーな感じの服が売ってますよ。ちょっとセクシー系なんだよね。早速目に入るのがこちらのレストラン。パキスタン、インド、アフリカ、中東料理、さらにウイグル料理まで書いてあります。アフリカ系だけじゃないのと思って調べてみると、このエリアにはムスリムの商人が多く滞在していて、ウイグル料理はイスラム教徒の食文化をベースにしているから、看板にウイグル系って書いてあるお店が多いんだそうです。でもこれよくなんかあるチェーン店みたいなアイスの店もあったり、お土産店みたいなのもあります。ウイグル系のレストランいっぱいある。ケバブ、ケバブを売ってます。同じパンがめっちゃ売ってるんだけど、なんか焼きたてで美味しそうだよ。フレンドリーな感じじゃないの。歩いてるとこんな感じで羊肉がそのまま吊るしてあるお店がたびたびあります。このエリアはそんなにたくさんではないんですが、ちらほらアフリカ系の人もいました。なんか結構こう狭い場所に住むところが密集している感じなのかな。ミシュラン、本当ミシュランの店あって、細い路地に立体構造で住めるだけいっぱい人住んでるって感じ。ね、地下もあるんだよ、さっきから見ると。下ほら、なんか陽気やな。事前に聞いていた通り、アフリカ系の人とウイグル系の人と中東系の人が混ざっている感じですね。もうなんか先の方に来るとだいぶ静かになってきて、ウイグル美食、あ、ここ有名なウイグルの料理のお店です。串の料理だ。バーベキュー。美味しそうじゃん。はあ、右と左どっちに行きますか。右っぽいな。地図に載ってない裏通りがありました。学校の通学路みたいな表記もあるので危なくはなさそうだし、方角的には通りに向かってるのでそっちに進んでみたいと思います。入り口にあるのが学童保育みたいな施設ですね。子供預かりますよっていうことが書いてあります。ライトの話。キックボードやった壁にデング熱対策のポスターが貼ってありました。翻訳してみたら、蚊を駆除してデング熱を防ぎましょうということが書いてあります。行き止まり？突き当たっちゃった。こっち。
あ、あれなんかアゲイン戻ったかも。あ、普通に上もこんな感じやで。道歩いてると結構 SIM 看板も多いんですけど、価格見てみたら39元で155ギガ、めちゃくちゃ安くないですか？うん、道端で野菜を売ってるんですよね。手書きの値札が並んでてすごくローカルな雰囲気です。部屋貸しますって書いてあるんですよね。しかもワンルームが数百元、日本円でおよそ1万円前後、 3LDK でも2000元台、他のところにも同じような看板がたくさんありました。なんかスーパーマーケットとかないけど、基本的に通りの商店で全部何でも買えるっていう感じになってるね。あ、みんな寝てるみんな寝てる。しばらく今歩いてるんですけど、ちっちゃい小道に入ってきたらもう自分が今どこにいるのか全然分かんなくなっちゃった道なりに進んでたらルージンルーの方へ出られました。ちょっとお茶をしようかなと。さっき歩いてたら結構混雑してるコーヒー屋さんがあったんで、そこでちょっと買ってみようかなと。でもここかそこしかカフェがないから、普通にコーヒーとかあるけど、ちょっとコーヒー、あ、中国の人がやってるやつじゃん。ちょっと怖い雰囲気なんですけど、飲み物を買ってみることにします。テイクアウトできるっぽいかな。すいません。メニューがいろいろありまして、8時から夜の3時までやってるってすごいね。うん、できたかな。 OK。 先生帰ったよ。お店の人は中国人の人が経営してて、でお客さんが全部そのアフリカ系の人ばっかり。注文も英語で頑張ってやろうとしてて、結構時間かかってる感じ。お会計がね、結構これ中国来て初めて現金やり取りしてる人を何人か、見て、ダイレクトマンゴー、あと多分蜂蜜とバナナも入ってる。すっごい時間かかったの。10分以上かかったの。なんでだろうと思って見たら、多分あそこの店で頼むのってほとんどの人がエスプレッソがコーヒーなの。あとレモン茶。なんであそこみんなと思ってるの？やっぱ1人いれば2人いて3人いて居やすいって感じだから、逆に中国人のお客さんとか多分ほぼいない。メニューに中国語書いてあるけど、ほとんどの人が英語で、意思の疎通が大変そうだった。溜まってる店っていうのは多分みんなが行きやすくなった店。別にめっちゃマナー悪いとかじゃないんだけど、もうなんかそれ以外の人を寄せつけない、なんかその中国人の人たちが別にわざわざここで買わなくてもいいかなっていう空気になっちゃうような空間になっていたのでそれがちょっとなっていう、怖かった布団が干してある。ルージンルーから1本通りに入ると問屋っぽいお店が立ち並んでます。シャッターが閉まってるところも目立ちますね。調べてみたら広州の卸売屋さんは朝早く動いて昼には閉めるスタイルが多いみたいです。今もう昼過ぎなので閉まってるだけかもしれないんですけど、ただコロナ以降このエリアが結構影響を受けたという話もあるので、もしかしたら結構潰れてるお店もあるのかもしれないですね。めっちゃ急に水をまき始めたんだけど、掃除なんかもう商売してる人ガン無視のお水まき。ちょっとここ中通ってみる？やってたりやってなかったり。違うね。でもあんまりやってない。こういう商業施設の店舗も朝早くは開いてて、昼間だと予約した場合だけ開けるっていう感じみたいですね。
メインのストリートから歩いて10分ぐらいのところにあるデパートとホテルが一体化したところです。ここの入り口のすぐ下のところにアフリカ系のレストランがあるっていうんで行こうかなと思って来たんですけど、しましまのところレストランがもう潰れちゃってますね。なんでご飯はちょっと諦めます。ビルの裏口にはこれから輸送されるであろう大量の荷物が並んでました。ここで買って送るという、送る国にね。洋服なんだよね、ほとんど。うん。ここほら、絶対中国人着ないじゃん。うん。このビルの中には輸出向けの配送会社がたくさん入ってます。面白いのは会社ごとに対応する国が分かれていること。ここはインドの各校に向けてですけど、セネガル向け、タンザニア向けなどそれぞれの専門会社がありました。いろんなもの売ってるよ。工具とかバッグとか。2階も行ってみる。ここでいろんなものを仕入れて自国に送って、その貿易みたいな感じでお金儲けする。で売ってるのは中国の人だもんね。ラインナップはもうカツラも売ってたり。ほら、サッカーのうん。ウェアみたいなの着てるイメージあるもんね。あ、確かに確かに。うん。なんか掘り出し物を探して歩いてる人たちも多いのかもしれない。うん。こういうライトとかさ。ああ。むちゃくちゃいっぱい扇風機売ってる。まあ卸売りって感じですね。ここはちょっと派手めなネイルアイラッシュ的な。薬物禁止っていうポスターなんですけど、中国語とアラビア語で記載されてます。てかマジセブンイレブンとかローソンみたいなコンビニが1個もないんだわ。商業ビルも結構静かな感じだったので、ここから歩いて5分ぐらい地下鉄シャオベイ駅のあるファンシージョンルーという大通りへ行ってみます。地下鉄小北駅すぐのところですね。マックある、マック。あ、マック。このエリアに来るとほぼアフリカ系の方ばかりでした。この辺りに来るともう中国じゃないみたいですね。ここにも一つ商業ビルがあったので入ってみます。サイゼリヤにこんなのありますちょっと待ってよ。サイゼリヤの広告がなんか魚が書いてある。中国全土では大人気のサイゼリヤもここでは空いてました。サイゼめっちゃ空いてるで。ね。結構高額帯。そう？あ、そっか、そうだ。あ、みんなここで携帯を買ったりしてるんだ。来る前のアフリカ村のイメージはアフリカの人たちが商売を営んでて、もうそこで一つの街が完成してるもんだと思ってたけど、そうじゃなくてお店やってんのはほぼ中国人の人だな。いやすごいバランス感覚。この辺りに来るともういる人がほぼアフリカ系の人ばっかりですね。中国じゃないみたいです。ちょっとね怖いんだよ。めっちゃ怖かったんだけど。ちょっとね近かったの距離が。だからね結構ね見てるというか、じろって。ここから歩道橋を渡って反対側へ行くとトルコ料理のレストランがいくつかあって賑わってそうな雰囲気なので行ってみます。また歩いてみよう。トルコアイスなのこれ。あ、ターキッシュアイスクリーム。ターキッシュレストラン。またこの隣もターキッシュです。全然こっち側あれまた違うな。道路一本挟むとこんなに違うの。このレストランの前のエリア、シムを売ってる人が結構いて、あと現金を受け渡ししている場面もちらほら見られました。ヒシャブをかぶった女性と大きなカバンを持ってる男性がペアでいて、男性が結構な札束を出してやり取りしてたんですけど、何してるんですかね。ちょっと道端でものすごい現金を手渡ししてたぞ今。SIM カードの手売りをしている人に現金を超大量に渡している。どういった商売なのこれは。みんな現金数えてるけど、あ、換金かな下手したら。物乞いみたいな人もめっちゃ多いんだよな。ここなんか人入ってる。ここ入ろう。ここに行ってご飯食べます。あ、すごいちゃんとしてる。あ、ケバブとかある。あ、
美味しそう。中に入るとほぼお客さんは外国人で、アフリカ系の方ではなく中東系の方と中国人の方で商談みたいな感じで食事している人が多かったです。緊張したちょっと。なんかひときわ人が入っていくこのレストランに入ってみたわけだけど、高え高えメニューの値段を見た瞬間に2、3000円からみたいな。ここにいる人たちがみんなすごい貿易の人なんじゃないかって思儲えてきた。かってんだよ。ピデ、ミックスピデ。味が3種類ある。なんだろう、豆？違う。チキンっぽくないこれ？チーズ。これ牛かな？そう。いただきます。うまい。焼きたてって感じがしてうまい。あ、もう皮がピザじゃないね。うん。トルコの。クリスピーっぽい。なんだっけ。ケサディーヤみたいな。うん。タコスの皮みたいな。具の味はそんなになんか結構塩の味がする。ちょっとしょっぱめ。チーズ。うん。なんかスナック菓子みたい。本当にね、全員来る人は外国人の人ばっかり。店員さんは全員中国人だけどね。あ、ここ儲かってる。儲かってる。お金持ちっぽい人しか来てない。牛の方どうですか？牛の方。これチーズと一緒食わないとうまくねえの。あ、待って、これ牛じゃない。ラムだこれ。ごめん。あ。分かんなかった。言ってよ。言ったら食わねえか。この皮ね、うまい。正直目線で言うと、住んでる人根付いてるって感じじゃない。今ここに住んでる。村ではない。うん。なんかどちらかというと、その海外から来た人たちが住みやすい地域って感じ。ホテルに泊まってるもんね。うん。この辺にいると全く違和感がないから、まあ、過ごしやすいのかもしれない。普通にうまかったわ。完食。ごちそうさまでした。